今日は多くの人が夢見ながら 93% の人が到達できずに散っていく資産5000万円という壁について、その残酷な現実と突破するための鉄の掟を徹底的にお話しします。単刀直入に言います。もしあなたが今資産1000万円あるいは3000万円まで到達して自分は結構頑張った、もう老後は安泰だろう、そんな風に少しでも気を緩めているとしたら警告します。あなたはここから先資産5000万円という純富裕層のステージには一生たどり着けない可能性が高いです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。資産5000万円。これはいわゆる純富裕層と呼ばれる領域です。野村総合研究所のデータによれば、このステージに到達しているのは日本人全体のわずか 8.7% 程度。ざっくり言えば100人中上位7か8人しかいない選ばれし者の世界です。逆に言えば残りの 90% 以上の人はどんなに頑張ってもここには届かないまま人生を終えることになります。なぜでしょうか。能力が足りないから、収入が低いから。いいえ、違います。多くの人が5000万円に届かずに脱落する最大の理由は、途中である罠にはまり自ら資産形成のアクセルを緩めてしまうからです。特に危険なのが資産3000万円を超えたあたりです。私はここを魔の3000万円ゾーンと呼んでいます。ここまで来ると小金持ちになった気分になり、気が大きくなって財布の紐が緩む。そして気づけば資産が増えるスピードが止まり、ずるずると普通の生活に戻っていく。そんな中だるみによる脱落者が後を絶たないのです。今日はなぜほとんどの人が資産5000万円に届かないのか、その残酷な7つの理由を一つずつ解剖し、あなたが脱落する 93% 側ではなく栄光ある 7% 側に入るための具体的なロードマップを提示します。5000万円という金額は単なる通過点ではありません。あなたの人生における重力を断ち切り、自由へと飛び立つための脱出速度に達する極めて重要なラインなのです。この動画を見終わる頃には、あなたの甘い認識は消え去り、絶対に5000万円までやり抜くんだという強烈な覚悟が宿っているはずです。ぜひ最後までついてきてください。それでは本題に入りましょう。まず残酷な現実を突きつけます。なぜ資産5000万円の壁はこれほどまでに厚いのか。その理由一つ目です。理由その1、魔の3000万円ゾーンで気が緩むから。資産形成において一番苦しいのは最初の100万円、そして1000万円を作るまでです。ここを乗り越え3000万円、いわゆるアッパーマス層に到達すると、人はどうなるか。俺もここまで来たかと達成感を感じます。通帳の桁が増え、心に余裕が生まれます。それは素晴らしいことです。しかしこの余裕こそが最大の敵なのです。多くの人はここでもう十分頑張ったし、少しは贅沢してもいいだろう、老後の心配も減ったし、今の楽しみにお金を使おうという誘惑に負けてしまいます。今まで我慢していた会社を買ってしまう。年に一度の海外旅行をビジネスクラスにしてしまう。あるいは自宅のリフォームに大金を投じてしまう。こうやって資産が複利の効果で爆発的に増える。その直前でパセセンを使ってしまうのです。これが5000万円に届かない最大の要因です。理由その2、生活レベルのラチェット効果。ラチェット効果とは、一度上がってしまった生活水準は簡単には元に戻せないという経済心理学の用語です。3000万円持っている安心感から、スーパーで値段を見ずに買い物をするようになる。外食の回数が増える。
ワンランク上のホテルに泊まるようになる。一度、その快適さを知ってしまうと、人間の脳は以前の節約生活に戻ることを苦痛だと感じるようになります。収入が増えても、資産が増えても、それに比例して支出も増えていく。これではいつまで経ってもバケツの穴は塞がりません。5000万円への道は永遠に閉ざされます。理由その3、自分へのご褒美という名の資産破壊。これこそがショート動画でも警告した最も危険な思考です。仕事頑張ったからご褒美にブランドバッグを、ボーナスが出たからご褒美に高級時計を。はっきり言います。資産形成の途中で買うご褒美はあなた自身へのプレゼントではありません。あなたの未来の自由を奪う罰金です。そのバッグに使った30万円、もし年利 5% で20年運用していたら80万円近くになっていたはずのお金です。あなたはバッグ一つを得るために未来の80万円をドブに捨てたのです。5000万円に到達する人はこの機械損失の痛みを肌感覚で知っています。だからゴールテープを切るまでは決して自分へのご褒美なんて買いません。本当のご褒美は自由そのものだと知っているからです。理由その4、複利の爆発を待てない。資産運用は曲線を描いて増えていきます。最初は微々たる増え方ですが、後半になればなるほど雪だるま式に加速します。3000万円から5000万円への道のりは、0から3000万円への道のりよりも、時間的にはずっと短くて済みます。なぜなら、3000万円が勝手に働いて、お金を生み出してくれるからです。しかし、人間の脳は、直線的な成長しかイメージできません。だから、あと少しで爆発的な成長が始まるというのに、もう増えないんじゃないか。これくらいでいいんじゃないかと、勝手に限界を決めて降りてしまうのです。あと数年、じっと待っていれば、景色は一変するのに、その数年が待てないのです。理由その5、見栄と承認欲求に負ける。ある程度お金を持つと、それを人に見せびらかしたくなるのが人間の性です。同窓会でマウントを取りたい。近所の人にお金持ちだと思われたい。そんなくだらないプライドのために、身の丈に合わない家を買い、教育費をかけすぎ、見栄えの良い服で着飾る。他人の目を気にして使ったお金は、1円たりともあなたの幸せには貢献しません。資産5000万円に届く人は、他人の評価なんてどうでもいいと思っています。ユニクロを着ていても、軽自動車に乗っていても、口座に5000万ある自分に揺るぎない自信があるからです。理由その6、防御力が足りない。攻めること、つまり稼ぐことや増やすことには熱心でも、守ること、つまり支出を管理することや、詐欺から身を守ることがおろそかになっている人がいます。小金を持つと怪しい投資話が寄ってきます。月利 3% 確実。未公開株の案内。3000万円持っていると、つい、少しぐらいなら夢を見てみようかと、魔が差してしまうのです。そして、虎の子の資産を一瞬で失う。純富裕層の手前で、振り出しに戻る。そんな悲劇が、今日もどこかで起きています。資産額が大きくなればなるほど、増やす力よりも、守る力が必要になるのです。そして最後、理由その7、脱出速度の意味を理解していない。これが最も本質的な理由です。なぜ5000万円を目指すのか。そのゴール地点で見える景色を具体的にイメージできていないから、途中で心が折れるのです。ここからは希望の話をしましょう。資産5000万円。この金額が持つ本当の意味についてです。ロケットが地球の重力を振り切って宇宙空間に飛び出すために必要な速度、これを脱出速度と言います。資産形成において5000万円こそがこの脱出速度にあたります。具体的に計算してみましょう。資産5000万円を
手堅く年利 4% の配当株や、インデックスファンドの取り崩しで運用したとします。5000万円 ×4% イコール年間に100万円。これを12ヶ月で割ると、月額約16万6千円です。月16万円です。この数字の凄さがわかりますか？もしあなたが50代で持ち家があり、ローンが終わっているなら、月16万円あれば、夫婦2人の最低限の生活費はほぼ賄えるはずです。そこに公的年金が加わります。夫婦で月に10万円の年金があれば、合計で月36万円です。月36万円あればどうでしょうか。スーパーで値段を気にせず買い物ができます。たまに旅行に行き、孫にお小遣いをあげ、急な病気や家の修繕にも十分対応できます。つまり、資産5000万円に到達した瞬間、あなたの人生から、老後のお金の不安という巨大なストレスが、完全に物理的に消滅するのです。これが脱出速度です。労働収入がなくなっても、資産収入だけで、生活という重力圏から脱出できる。この圧倒的な安心感こそが、純富裕層の特権なのです。3000万円ではまだ足りません。3000万円の 4% は月10万円です。年金と合わせても少し心もとない。だからまだ働かなければならない。まだ嫌な上司に頭を下げ続けなければならない。でも5000万円あればいつでも会社を辞められるというカードを懐に持つことができます。嫌な仕事は断れる。無理な付き合いはしなくていい。自分の時間を自分のために使えるようになる。この選択の自由こそが私たちが目指すべき真のゴールではないでしょうか。ここまで聞いて、よし、わかった。5000万円まで走り抜けるぞ。そう思ったあなたへ、最後に 7% に入るためのアドバイスを送ります。5000万円に到達するまでは、自分を修行僧だと思ってください。3000万円を超えても、生活レベルは1円たりとも上げてはいけません。車は買い替えない。時計は今のまま。旅行は近場の温泉で10分。増えた資産は存在しないものとして扱い、ひたすら再投資に回す。複利のエンジンを最大限にうならせるのです。そんなのつまらない人生だ。そう思うかもしれません。しかし考えてみてください。5000万円に到達した後の亡くなるまで続く圧倒的な安心感と自由。それを手に入れるためのほんの数年の我慢です。人生100年時代、残りの40年、50年をお金の不安に怯えながら生きるのか、それとも盤石な資産を背に心穏やかに好きなことだけをして生きるのか。その分岐点が今なのです。間の3000万円ゾーンで満足してそこで終わるその他大勢になるのか、歯を食いしばってその先の世界へ行くのか、決めるのはあなた自身です。5000万円という山頂からの景色はあなたが想像している以上に絶景です。澄み渡る空、自由な風。そこには今まで感じたことのない清々しい世界が広がっています。どうか途中で諦めないでください。自分へのご褒美という誘惑に負けず、最後まで登りきってください。あなたなら必ずできます。このチャンネルではこれからも50代からの資産形成、純富裕層へのロードマップ、そしてお金に縛られない生き方について本音で熱く発信していきます。本気で5000万円を目指したい方、老後の不安をゼロにしたい方、ぜひチャンネル登録をして私と一緒に公開を続けていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。